皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん、今日もお元気でしょうか？私は元気です。今日は2025年5月2日金曜日です。もう5月が始まりました。前もお話ししましたが、日本は今ゴールデンウィーク真っ只中です。はい。今日は金曜日の平日なんですが、明日から土曜日、日曜日、月曜日、火曜日まで4連休があるんですね。旅行に行く人とかお出かけする人とか多いんじゃないですかね。私は特に何もないんですが、一つありました。はい、5月5日に友達の結婚式に行く予定です。楽しみです。はい、今日はですね、そんな週末、連休が終わる時の気持ちについてお話しします。皆さん、週末、お休みのお仕事の人が多いかなと思います。学生さんはね、土曜日、日曜日お休みですっていう人が多いですよね。で、日曜日、明日から月曜日学校がある、仕事がある、その前日の日曜日の夕方、夜、どんな気持ちですか？どうかな？わあ、明日から学校だ、友達に会える、楽しみっていう人もいれば、ああ、明日から学校か、明日からまた仕事か、憂鬱だな、行きたくないな、嫌だな。で、ネガティブな気持ちになる人も多くいるんじゃないでしょうか。はい。この気持ちを表す日本語があるんですよ。皆さんご存知ですか？それがサザエさん症候群です。サザエさん症候群。サザエさん誰？名前って思う人もいるかもしれませんね。はい。サザエさん症候群というのは、週末に、仕事の前日でもいいですね。必ずしも週末ではないと思うんですけど、仕事や学校の前の日の夕方や夜にすごく気持ちが下がることをサザエさん症候群と言います。まずなんでサザエさんなのかっていうと、サザエさんっていうのが日本の国民的アニメのタイトルです。もう何十年も放送されてるアニメで、私も子供の時から大人になっても時々、はい、時間が合えば見ることもあります。うん。なんてないアニメ、日常系のアニメなんですけど、すごく昔の日本、昔の日本の、家族のお話で、面白いこともあれば、ちょっとこう、シリアス、家族愛みたいなの、ストーリーもあればっていうね、はい、アニメです。これが日曜日の夕方放送されてるんですよ。で、日曜日の夕方にね、テレビつけてサザエさんが始まったら、あ、そうか、今日日曜日じゃん。夕方じゃん。ってことは明日から学校じゃん。明日から仕事じゃんって、こう現実を思い出すんですよね。はい。で、やだなって、こう、ネガティブな気持ちになっちゃうっていうところから、サザエさん症候群という名前がつきました。症候群というと、病気というほどではないんだけど、嫌な悪い症状がいくつか体に出てくることを症候群と呼びます。はい。例えば、憂鬱な気持ちになったり、時には吐き気。
を催したり、吐き気ってうえってこう吐きそうになったり、夜寝れなかったり、はい、そういったのがサザエさん症候群ですね。皆さんも経験がありますか？私今はもう曜日や祝日なんかは関係なく仕事をしてるので、わあ日曜日だ、明日から仕事だっていうサザエさん症候群にはならないですね、最近。ただ前会社で働いてた時は土曜日日曜日祝日がお休みだったので、はい、もうサザエさん症候群にめちゃくちゃなってました。私はもう日曜日の夕方というよりも土曜日の夕方ぐらいから、うわーもう土曜日が終わる、明日日曜日一日休んだらもう仕事だって、もう日曜日になる前からサザエさん症候群になってましたね。はい、皆さんはどうでしょうか？で、サザエさん症候群にならないためにどうしたらいいかなっていうと、私もプロではないのであれですけど、私がやってたのはこう友達と遊んだり家族と話したりすることで自分のストレスをできるだけ解消するっていうことだったり、あとは自分の好きなことに集中するですね。例えば今だったら私 K-POP が大好きなので K-POP の動画見たり歌を聴いたりダンス踊ったりしながら好きなことに没頭するっていうのもそうだし、あとは体調を整えるという意味でよく寝る、そして栄養バランスがちゃんとね取れた食事をとるっていうこともいい方法なんじゃないかなと思います。はい、皆さんのサザエさん症候群にならない対策があればぜひぜひコメントで教えてください。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。